皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。今日はですね、クロワッサンとマフィンを合体させたクロフィンっていうのを作っていこうと思います。でね、クロフィンがどうのこうのの前にクロワッサンの生地みたいなちょっとなんかめんどくさいやつなんて家で作ろうって、好きな方やったら全然作ろうってなると思うんですけど、もう私みたいなちょっとズボラ一般人はですね、家で作ろうなんて多分思わないと思うんですけど、今日は簡単な、もうめっちゃ簡単な方法でちょっと作っていこうかなと思いますので、もし気が向いたら作ってみてください。ということで材料をもう全部一気にホームベーカリーに入れまして生地をこねていきます。で今日は発酵させなくていいので生地を混ぜ終わった時点で20分ぐらいしたら取り出します。でね、やっぱり全然違う話一個していいですか先週私ねハッシュタグ専業主婦っていうツイートを見かけまして、その人何を言ってたかって言ったら、休みの日やのになんでその専業主婦やからって夫のご飯を準備せなあかんねんみたいなので怒ってはったんですよ。そしたら、当然それにですね噛みつく人たちがいっぱいいて、なんかその専業主婦やねんからそれぐらいせえやとか、それが仕事やろみたいなんとか、そのご飯のお金どっから出てんねん、旦那が稼いできた金やろみたいなんとかね、もうすごいなんて言うんでしょう、不毛な争いが繰り広げられててでもいちいちそのハッシュタグでね文句言うっていうのも、私はなんかちょっとした愚痴とかを知ってる人とかに言うのはもう全然いいと思うんですけど、わざわざなんかそのもう訴えかけてね、自分の立場を主張してはってね、でまたそれに対してねもうやいの噛みついてね、もういいやんって楽しくいこうやって思ってもうね、だから不毛な論争をやめてほしいなって、もう各々が好きなように生きたらいいんちゃうんかなって思ったんですけど、私も私でねハッシュタグ専業主婦何と思ってねクリックしちゃってるんで私みたいな人がいるからいつまでもその論争終わらないんでしょうけど、なんかねもうやめてほしい。だからそういう情報を私の目に入れないでほしいんですよね。だからそのインターネットをもうそういう人のやつは遮断してほしいっていうかインターネットに載せないでほしいんですよね、そういう情報をって思ったっていう、皆さんはいかがでしょうかっていう話でした。それではクロフィンを作っていきましょう生地がですね、15分置きまして、そしたら四角に30センチ ×30 センチに伸ばします。でこの今言わんといてっていう常温に戻したバターはよ言うといてっていうね常温に戻したバターを塗っていきます。でこれを三つ折りにします。そしたらここでまた三つ折りにするんですけど、そしたらねこことここ生地と生地になるやんって私ずっと思ってて、生地バターの層にしたいから一回ここバター塗ってみたいなってずっと思ってたんですよ。だからちょっと今日バター塗るために一回ねこの端っこの部分って絶対汚くなっちゃってるんで、一回裏返してそこにバターを塗っていく作戦を今日はちょっと取ってみようかなと思います。でこうやって折りたたんだら生地バターになったかなって。そしたらこれをもう一回折りたたみたいので、このジャミジャミの方に伸ばしていきます。でちょっとベタベタしたら粉とか、適当に振ってもうてで伸ばしたらなんか汚くなっちゃったけど全然大丈夫と思って、これを裏返してこの、ちょっと汚くなっちゃった面にまたバターを塗って、これをまた三つ折りにしていきます。そしたらこれでラップをして30分ぐらい冷蔵庫で寝かせます。
寝かしてる間にこのマフィン型にさっきねバターを塗った時のハケにバターがくっついてると思うんで節約でこれを活かしましてですね、マフィン型にバターを塗っていきます。はい、生地がこんな感じになりまして、今日はこれを1センチ幅の棒状に切っていきたいんですね。でちょっと幅が足りなかったのでちょっと伸ばしました。でこうやって1センチ幅に切っていきます。で今日はクロフィン1個につきこれを3本作りたいので、お好きな数、皆さん必要な数切ってください。でいよいよ成形なんですけれどもちょっと見といてくださいね。ようわからんようになっちゃった一回戻ってきました。でね、ずっとやるんですけど、なんでこんなことになったかって言ったら、この直前に私ちゃんと先生のね動画を見て、こんな風にするんやってちゃんとイメトレはしてきました。それで直前にもう一回見ようと思ったんですよ。そしたらね、なんとね県外になるっていうねアンテナが立ってないと思って、うちのインターネット全部つながらんようになって、なんかさっきごちゃああいうのをインターネットに載せないでほしいとかごちゃ言ってた。バチ当たったと思ってこんな偶然あります？もう全然つながらんようになったから、先生の動画が見れなくなって、どうやってやったんやっけってほんまにわからんようになったんですよね。はい、ただいま戻ってまいりましたこちらをご参照ください。まずですね、わかりました。何個かやってたらわかったんです。2つのね隣り合う同士のものを編んでいきますと。でその2つの紐を見まして、根元が上から来てたらそれは下側に、根元が下から来てたらそれを上にという感じで編んでいきますと。でまた隣り合うもの同士でもう一回同じことをしていきます。こうですね。はい、いいですね。でこの2つも上と下を見ましてやっていくと。でこの次編む2つをちゃんとこうやってね区切っときまして、上下でやっていきますね。はい、いいですね。でこの端っこのやつをくっつけていくと。もうここまで来たら、端は適当でも全然大丈夫です。でできましたと。そしたらこれをマフィン型に入れるんですけど、この裏側になってた部分を表に出します。でちょっとこの丸い感じにしまして、キュッキュッキュッと入れてください。すいません、ちょっと雑になりましたけど丁寧に入れてください。はい、完成ですちょっとできたからって急にドヤリング今しましたね。じゃあこちらに牛乳を塗っていきます。はい、じゃあ焼いていきます。さて適当クロワッサン生地どうなりましたでしょうか？ちょっとすごくない今日ちょっと最高傑作じゃないですかこれ。オナオドーナツ史上見てください。このね綺麗な模様も出まして、こんがり焼けましてね。ちょっと観察してみましょう。いいですね。なんか模様が綺麗に出てますよね。横もねちゃんと焼けて、そこもこんな感じで割ってみます。ちょっといい感じじゃないでしょうかね。なんかふわふわっと
構ね表面さっくりとしてますね。いいですいいです。でちょっとねいただきます。めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱ今日はバターを結構 100g 以上入れてるので多めなのでクロワッサンの味がしましたね。でこのマフィン型で焼くことによってバターが溶け出すじゃないですか、焼いてる時に。それがねこう循環してこの型の中ですんごい美味しいのができました。ということで今日もすいません、つまらない話たくさんしてしまったんですけれども、この簡単クロワッサン生地ね、そんなに失敗するっていうことないと思うんで、ぜひおすすめなので作ってみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。